こんにちは。今回はおしゃれな花のコースターモチーフを紹介します。最初は鎖編みの輪の作り目に鎖編みと長編みを編んでいきます。今回は並太の糸を6号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目を作ります。かぎ針を回して糸を引き出し、最初のこの目は緩めたままにしてください。ここから鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んだら、緩めたままの最初の目に針を入れて、糸をかけて引き出し、糸をしっかり絞ります。そしてこの糸端もしっかり絞って、糸はこちら側に回しておきます。この輪の中に1段目を編みます。1段目の最初は長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、間に入れる鎖編み1目も編みます。鎖編み4目を編みました。次は長編みです。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。鎖編み1目を間に入れながら長編みを編んでいきます。長編みは全部で7回編みます。間に鎖編み1目を入れながら長編みを7回編みます。ここが最後のところです。7個目の長編みを編んで鎖編み1目を編んだら、最初に編んだ鎖編み4目の立ち上がりのところの鎖編み3目のところに引き抜き編みをします。4目編んだところの3個目の鎖編みに引き抜き編みをして、これで1段目ができました。1段目を編んで次の2段目は長編み2目の玉編みを編みます。1段目の鎖編み1目のところに玉編みを2回編み入れていきます。2段目はこちらの白い糸で編みますが、1段目で糸を切ったところから少し離れたところの鎖編み1目のところに針を入れて、2段目の糸を引き抜きます。糸を引き抜いて、最初は糸端と2本の糸を鎖編みにします。次に1本の糸に戻して、もう1回鎖編みをします。これで鎖編み2目ができました。この鎖編み2目を未完成な長編み1目とします。次も未完成な長編みを編みます。糸をかけて引き出して2本の糸だけを引き抜き、これで未完成な長編みができました。次は未完成な長編みを1目にまとめます。2本の糸を引き抜いて、これで長編み2目の玉編みができたことになります。次は間に鎖編み1目を入れて、同じところに未完成な長編みを2回編みます。針に糸をかけて同じところに針を入れ、糸をかけて引き出します。糸をかけて2本の糸だけを引き抜いて、これで未完成な長編みが1目できました。
もう一回未完成な長編みを編みます。2本の糸だけを引き抜いて未完成な長編みが2本できました。次は針にかかっている3本の糸を一度に引き抜いて長編み2目の玉編みが2回編んだことになります。鎖編み1目を入れて糸端を編み込みながら次の1段目の鎖編み1目のところに長編み2目の玉編みを編みます。これで未完成な長編みが1目。もう一回同じところに未完成な長編みを編み、すべての糸を引き抜いて長編み2目の玉編みです。間に鎖編み1目を入れて同じところにもう一回長編み2目の玉編みを編みます。未完成な長編みを1目、もう一回未完成な長編みを編んで、すべての糸を引き抜いて長編みの玉編みです。長編み2目の玉編み、鎖編み、玉編みを編んで、この編み方を2段目は編んでいきます。糸端を編み込みながら、次の鎖編み1目のところにも、鎖編み1目を間に入れて、次の鎖編み1目のところにも、長編み2目の玉編みを編み、鎖編み1目を間に入れて、同じところにもう一回長編み2目の玉編みを編みます。すべてを引き抜いて長編み2目の玉編みを2回編み入れました。間に鎖編み1目を入れて、この糸端も編み込みながらいきます。次の鎖編み1目のところにも同じように長編み2目の玉編みを編みます。一度に引き抜いて鎖編み1目です。糸端を編み込みながら同じように長編み2目の玉編みを編みます。すべてを引き抜いて玉編みができました。間に鎖編み1目を入れながらこのように玉編みを編んでいきます。ここまで編みました。最後のところです。未完成な長編みを2目編み、それを一つにまとめて玉編みにします。間に鎖編み1目を入れて同じところにもう一回長編み2目の玉編みを編みます。これで最後のところまで来ました。鎖編み1目を入れてから最初に編んだ玉編みの頭に引き抜き編みをします。ここが玉編みの頭です。玉編みの頭のところのこの2本の糸を拾って針を向こうに入れて引き抜きます。次は隣の鎖編み1目のところに、ここです。この鎖編み1目のところにもう一回引き抜いてここで糸を切ります。2段目ができました。
こまでできたことになります。次の3段目も長編み2目の玉編みを編んでいきます。2段目の玉編みと玉編みの間のところにここに針を入れて3段目の糸をかけて引き出します。そしてまた最初は2本の糸で鎖編みをします。次に糸を1本にしてもう一回鎖編みをして、これが未完成な長編み1目になります。同じところに未完成な長編み1目を編み、糸端を編み込みながらいきます。2本の糸を引き抜いて、3段目は間に鎖編み2目を編んで、同じところに長編み2目の玉編みを編みます。3段目は玉編みと玉編みの間に鎖編み2目です。次は鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んでから2段目の玉編みと玉編みの間の鎖編み1目のところに長編み2目の玉編みをまた編み入れます。そして間は鎖編み2目を編んで、同じところにもう一回長編み2目の玉編みを編みます。次は鎖編み3目を編みます。この編み方を続けます。糸端を編み込みながら同じように編んでください。3段目の最後のところです。最後は鎖編み3目を編んでから最初に編んだ長編み2目の玉編みの頭のところに引き抜きます。鎖編みの3個目のここが頭ですから2本の糸を拾って引き抜きます。次の鎖編みのところにもう一回引き抜き編みをしてここで糸を切ります。3段目ができました。ここまでできました。次の4段目はこのような形になります。長編み2目の玉編みを3回編み入れます。4段目も長編み2目と長編み2目の玉編みの間のところです。ここの今度は鎖編み2目のところに4段目の糸を入れて2本の糸で引き抜いて、次は1本の糸で鎖編みを1目編みます。未完成な長編みです。同じところにもう一回未完成な長編みを編んで引き抜き、次は間に鎖編み2目を入れます。そして同じところにもう一回長編み2目の玉編みを編みます。4段目は同じところに玉編みを3回編みます。間に鎖編み2目を入れて同じところに長編み2目の玉編みを編みます。
これで玉編みが3回編めました。間に鎖編み2目を入れて玉編みを3回編みました。次は鎖編み1目を編みます。鎖編み1目を編んで、次の2段目の鎖編み3目のところに細編みです。これが4段目の編み方です。次も鎖編み1目を編んでから3段目の玉編みと玉編みの間のところに長編み2目の玉編みを3回編みます。玉編みを1回、糸端を編み込みながら間に鎖編み2目を入れてから同じところにもう1回玉編みを編みます。そしてここは3回入れますから、鎖編み2目を編んだらもう1回同じところに長編み2目の玉編みを編みます。長編み2目の玉編みが3回編みました。鎖編み1目を編んでから次の鎖編み3目のところに細編みを編みます。これが4段目の編み方です。次も同じです。ここから鎖編み1目を編んで、次の玉編みと玉編みの鎖編み2目のところに長編み3目の玉編みを編み入れていきます。玉編みの間は鎖編み2目を編んで、次の玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、もう1回3個目の玉編みを編みます。次は鎖編み1目を編んでから細編みです。この編み方を続けて編みます。ここまで編みました。最後のところの長編み2目の玉編みを編みます。鎖編み1目を編んでから前段の鎖編み3目のところに細編みです。次は最初の目に引き抜きます。鎖編み1目、次は4段目の最初の玉編みの頭のこの2本の向こうに針を入れます。そして糸を引き抜いて、これで4段目ができましたが、次はここから糸を切って糸始末をします。針に糸を通して今引き抜いたこの位置から次の鎖の目のところに針を入れます。そして後ろ側の目立たないところを通してきます。
後ろ側の長編みの足の部分を通して、あとは糸を切ります。途中になっていた糸を切って、これで完成です。花のコースターモチーフを紹介しました。